昭和初期、大日本武徳会が武道会の組織運営に当たっていた頃、東京では高野笹三郎が修道学院を構え、中山白道は有心館を拠として指導発展のために心血を注いでいた。天下の名人と言われたこの2人の門弟子の中から、後年剣道界で活躍する数多くの名剣士が生まれた。中でも昭和の武蔵と称され、大会での連勝記録は覚醒双葉山の69連勝に匹敵する比類なき強さを誇った一人の男がいる。中倉清、その人である。中倉清、偉大なる名剣士。その磨かれた技は東西対抗の鬼と呼ばれ、まさに負けを知らない強さを誇る。どちらかというと中倉選手は上段で、斉藤選手が中段の対戦になるわけですね。見て取るでしょうね。これまでのところ東軍が11点、西軍が11点、全く互角のうちに大将同士の勝負となっております。時間はやがて2分であります。2分を経過いたしました。残り時間が3分。中倉が取りました。まず1本面が入りました。白旗2本上がっています。さあ中倉選手が得意の上段の構えになりました。斉藤選手の中段、これからが見ものですね。そうですね。右側上段の構えは東軍の大将中倉清八段半紙。横面を狙いましたのが中倉です。これでわずかに及ばず。そうですね。これが入ったですね。入りました中倉。スキージャーナル発行の鬼伝によると、中倉清のことを昭和の生んだ剣豪として知られ、多くの逸材が輩出した同時代の剣道界にあって戦うに敵なしと書かれている。
選手がかかります。各種大会を離れ次に77歳になった今も技のさえは衰えを見せない。At the east is Kyoshi Nakakura of the Ninth Dan, who is challenging the 5 champions today.1分半の3本勝負ということでお願いしてあります。彼の剣道また生活のすべては万人平等の精神で貫かれている。中倉清は言う。求められればどこにでも出かけ、誰に対しても差別のない剣で応じる。一本一本が常に真剣勝負であり、それが相手に対する礼儀であり、自らの修養である。自分を対価だと慢心してしまったら低落は早い。この不屈の精神と血のにじむような努力によって彼の今日の地位は築き上げられた。現代剣道の第一人者、激動の時代を生きてきた中倉清の剣道修行と勝負哲学は一体どのようにして築き上げられたのであろうか。
戦前毎年行われた宮内省最寧館剣道大会、武徳祭演武大会は剣道界の二大試合であり、道を志す者すべてはいつしかこれらの試合で華々しい脚光を浴びる日を期して厳しい修行に耐えていた。藩士九段中倉清もその一人である。清は明治43年9月24日、鹿児島県肝付郡東串良村に生まれた。父直吉は清が5歳の時破傷風で他界し、幼年の頃の何年間かは祖父母が手元に置いて育てた。5人兄弟の中で他の兄弟は従順でおとなしい性格に対して清は気性が激しく、一旦勘を立てると誰の手に負えるものではなく、まるで獲物を狙う小さな獣のように凶悍であった。そんな清を祖父権蔵はそこはかとなく愛し、父親を亡くした清の死期を鼓舞するため、薩摩が生んだ偉人島津斉彬や西郷隆盛らの英雄伝を寝物語に聞かせるのであった。清は天性運動神経に恵まれた少年であったが、喧嘩であれかけっこであれ、とにかく負けることが大嫌いであった。また何より祖父が許さなかった。小学校の高等科に上がる頃には、すでに軍内で知らぬ者はいないほどのわんぱくぶりを発揮していた。そんな少年であった中倉清が剣道を始めたのは小学校6年生の頃である。もともと運動神経が抜群にいい清は剣道も最初から格段に強かったが、慢心せずに一生懸命稽古に励んだのである。幕末から維新にかけての薩摩の英雄たちのように自分も強くなりたい。ただその一心で立木に向かって竹刀を振り続けた。しかし掛け声はあくまでも南国の空にかき消えて細く、踏み込みは大地の広さに比していかにも小さい。自分の非力さを痛切に感じ、腹立たしい思いに駆られ、かえってムキになって稽古に励んだ。このひたむきな努力が後に道場に立って竹刀を取った時、敵よりは遠く我よりは近いという有利な間合いからの果敢な踏み込みをもたらしたのである。鹿児島に大道館武道専修学校が設立され、第1期生が募集されたのは清が青年学校を卒業する年のことであった。清の剣道に対する資質をいち早く発見していた兄武は祖父権蔵に清を進学させてくれるよう頼んだ。当初は取りつく島もなく絶対反対であった祖父権蔵であるが、武の熱意と周りの説得にしまいには大道館行きを許可することとなった。実は権蔵は清に農業をやらせたいと思っていたのであった。一旦こうと決まった以上は田畑を売り払ってでも絶対に不自由はさせんつもりだから、存分に稽古に励め。それからと祖父は言葉を続けた。
一度剣道を真剣にやってみようと志した以上は、三段になるまで決して我が家の敷居はまたがせんぞ。はい、と言いかけて清は思わず返答に窮した。とてもそのような自信はなかった。少年にしてみれば三段はもはや名人達人の位に近く、事実今と違って昔は三段をもらうのは容易な技ではなかったのである。大道館の日課は午前6時に始まり、当番の鳴らす太鼓で一斉に飛び起き、道具をつけて道場へ入る。道場には鬼のような指導者丸田兼弘が待っている。稽古は一礼をしながら「お願いします」と言って始めるのが礼儀かもしれない。しかしここではそんな悠長なことをしていると、すかさず教師の剣先が喉元に突き刺さっていきなり仰向けざまに倒されてしまう。相対した時がすなわち始まりなのだ。ただひたすら打ち込んでいく。疲れる、倒される、起き上がる、打ち込んでいく。一気戦か。土星が飛ぶ。縁側を這い上がってそのまままっしぐらに丸田兼弘めがけて打ち込んでいく。同じことの繰り返しである。寄宿舎ではみだりに自分の机を離れてはいけないと命じられていた。隣の生徒と私語することも許されない。便所へ立つのにも舎監室から教師がひょいっと顔を出して怒られるのではないかとはばかれるのだった。小便はなかなか出なかった。やっと出てきた小便は貧しい電灯の光の下で真っ赤な血の色をしていた。稽古の終わったある日、清は道場の隅に転がっていた竹刀を何気なくまたいだ。と後ろから「おい中倉、おはん武士の魂を足でまたぐのか」と丸太の怒声が聞こえるや否や、太鼓のバチが清の頭上へ飛んだ。その昔囚人に課せられた百叩きの刑である。清は丸太の凄まじい怒りに圧倒されて呆然と立ちすくんだままであった。しない殿、しない殿、悪うござんした。お許しください。と悔しさに歯を食いしばりながら竹刀に向かって頭を下げる青年清。数時間の後、丸太の怒りも収まり、清は部屋に戻った。ふと鏡を見て驚いた。大きな大きなまるでゴルフボールのようなコブが頭中にウゴのタケノコのように生えているではないか。その顔はおよそ自分の顔ではなかった。情けない、情けない、なんと情けない。清は自分の顔を見つめながらそれまで我慢していた涙がとめどもなく流れてきて泣いた。もう剣道なんかやめてしまおうと決心した。その夜は悶々としてなかなか寝つかれなかった。お前は何という弱虫だ。じいちゃんとの約束を忘れたか。父として恥ずかしいぞ。
丸田先生はお前を見込んでおられるからこそ厳しくされるのじゃ。頑張るのだ清。清殿、おはんそのくらいのことでくじけなさるか。薩摩隼人じゃぞ。ああ、夢であった。恐ろしい夢であった。しかし夢から覚めた清の表情にはもう悩みはなかった。桜島の噴煙は清の新たな決意を激励するかのように悠然と天に広がっていた。昭和4年春、中倉清は大道館を卒業して福岡の大東社工芸塾の剣道教師に赴任したが、当時有名を轟かせていた天下の名人中山白道への憧れを断ち切れず、翌年昭和5年に上京し有心館の塾生になった。清19歳の時である。有心館では左右の切り返しをもっぱらとし、突き、横面、足絡み、投げ、組打ちなどを奨励した。100人からの門弟が狭い道場にひしめき合いながらこれらの技を応酬するのだから、実際に焦げ臭い匂いが立ち込めるほどの緊迫した雰囲気になる。稽古が終わると道場の床は血と汗で汚れ、何人かが決まって戸板で運ばれた。なるほど、専門家の稽古とはこのように生き死にをかけたものかと清も改めて感嘆せざるを得ない。大道館における丸田兼弘のあの激しい稽古に今更ながら感謝しないわけにはいかないのだった。中倉清が塾生になって数日とは経たぬある稽古の合間に汗を拭っていると、今まさに道場の中央で2人の剣士が相対し竹刀を抜き合わせようとしているところである。一人は剣道界の奇才と言われた羽賀純一の若き日の姿であった。息を飲む早技で見ていると足の運び、手首の返りが見事である。ほうと思わず清は感嘆の声を上げた。その羽賀純一と清はこの数日後死闘を演じるのであるが、それは後に羽賀中倉とともに有心館サンバガラスの一人と言われた中島五郎蔵が新入りのくせに生意気であると感じた清を懲らしめようと羽賀にけしかけたのであった。ところがどうであろう、やり始めたら壮絶なものになってしまった。打つ、突く、投げる、まさに龍虎の戦いである。若者の意地と意地とのぶつかり合い、命をもかけたこの戦いに仕掛けた中島も恐ろしくなり、慌てて2人を分けに入った。
こうした凄まじい環境の中で昭和の武蔵と称えられた不正室の剣士中倉清の剣道人生の基礎は築き上げられていったのである。昭和13年4月9日、広瀬雅子と結婚。祝言は一面に敷き詰めた花が咲き乱れるふるさと東串良村で行われた。剣道界の麒麟児として将来を期待されながら清は今良き伴侶を得て家庭人としての幸せをつかんだのであった。だが甘い新婚生活もつかの間、年がら年中試合試合と続く夫に政子の気遣いと苦労は人知れぬものがあった。剣道家なんかと一緒になるのではなかったと後悔したこともある政子であったが、後に私のささやかな力でこの人を日本一の剣道家にしてみたいという強い決意が芽生えてくるのである。美しい妻の内助を得て清の腕は一段と冴え渡っていく。この頃向かうところ敵なし、連戦連勝のまさに負け知らずの強さを誇った清の戦歴は双葉山の大記録と並び称され、剣聖持田清次は幕末の天才剣士千葉英二郎と中倉清を戦わせてみたい、一体どちらが強いであろうかと彼の実力を称賛した。この頃剣友渡辺俊夫、中野八十次らと死生会を結成する。これが後の剣道界復興に多大な貢献をもたらすのである。剣士として勝ち続け、また夫として父として幸せの絶頂であった清。しかしそんな幸せもつかの間、太平洋戦争の勃発、そして敗戦へと時代は暗闇へ突入していく。剣道は全面的に禁止され、剣道家たちはその職を奪われた。清の夢と希望は無残に引き裂かれたのであった。郷里に疎開していた家族のもとへ戻った清は市内を桑に変え農業に従事し、慣れない商いによって一家の生計を立てなければならない姿はかつての清のものではなかった。さらに不幸は不幸を呼んだ。荷車からの転落によって左足首を粉々に打ち砕き、剣道どころか通常の歩行すら保証されない状態に陥ったのであった。しかし清は後の剣道復活の大号令とともに厳しい修行の末、左上段の工夫をなし再起不能と言われた大怪我を克服するのである。後に
上段の中倉か中倉の上段かと言われる名手となったのである。